ちょっと焦ってしまいましたが、この向きに置けば漏れませんでした。ということで、修理します。蓋を開けて、サイフォンの原理で N オベクを回収しました。N オベクは約3本分、回収できたので、損失は1本分、2500うまい棒ですね。で、漏れの原因なんですが、脱脂不良だったようです。画面ではわかりづらいのですが、左側だけ、明らかにシール剤のノリが悪いです。ということで、脱脂を十分にして再テスト。と思ったんですが、強度が不安というコメントをたくさんいただいたので、補強をしてみることにしました。アクサゴッムのアクリル板を切って、麻雀パイぐらいの大きさにします。必殺のヤスリがけをして、アクリル接着剤で接着します。無水エタノールで十分に脱脂をして、シール剤で接着します。ネジを増やしたので、強度が上がっているはずです。シール剤が乾くまでの間に、リークチェッカーを自作します。マク 0.7 気圧の圧力計。家に転がっていた三つ股。自転車の空気入れとチューブのバルブ。タケノコ糸フシールテープ。こんな感じで組み付けて、リークチェックします。いただいたコメントから、ノベクが50度になると、ケース内は約 0.2 気圧となるようです。0.1 気圧は大丈夫そうですね。0.2 気圧も大丈夫。石鹸水をつけて確認したら、ダダ漏れでした。圧力でネジが折れたようです。夜しか眠れないほど考えて、真理にたどり着きました。何かを得るためには、何かを捨てればいい。そう、つまり等価交換だ。ということで、捨てるものを決めます。これまで、後から CPU 交換ができるように、分解が可能な構造としてきたのですが、CPU 交換を捨てるということは、つまり、自作の楽しみがなくなる。まあ、等価交換なら仕方がないですね。何度目かの分解をして、ヤスリをかけて、再組み。今回は、底板とアクリルを LOCTITE の黒で接着します。マザーボードと油枕を取り付けて、アクリル接着剤で封印します。これで、CPU 交換どころか、CMOS クリアすらできなくなりました。他の部品も組み付けて、リークチェックします。0.1 気圧。0.2 気圧。0.3 気圧。こ
今回は安全率 1.5 で、0.3 気圧までとします。本当は、ここまで来るのに、なから苦労したのは内緒です。10分経過して、0.05 気圧ほど落ちました。石鹸水で漏れを探しても、わからなかったので、今回はここまでとしました。シリコンオイルを注入して、N オベクに再チャレンジです。1本目2500うまい棒。2本目5000うまい棒。3本目7500うまい棒。4本目1万うまい棒。今のところ、お漏らしはなさそうです。さて、緊張の瞬間です。スイッチ、オン。ということで、問題なく起動ができました。例のアトラクション的なものは通常時には機能していないみたいです。流速が足りないみたいなので、CPU-Z で負荷をかけてみました。もうちょっと。安定するとこんな感じです。上部に空気溜まりが作ってあって、流速が速くなると、出口配管の圧力が低くなり、空気が配管内に引き込まれる仕組みです。霧吹きの原理の応用ですね。あと、CPU-Z で負荷をかけた時の温度は、まあ、16コアもある i7 の能力を使い切ることなんて、ないですし、お寿司。多分、シリコンオイルの比熱が小さいからなので、いざとなったら、CPU クーラーは水冷にしてみます。これにて、約1年続いた幽霊 PC シリーズは、終焉となりますが、この PC はメイン機として使っていく予定なので、N オベクの消費量など、またお知らせしたいと思います。最後に、いつもたくさんのコメント、応援、ありがとうございます。更新が遅くなる時もあると思いますが、気長に待ってくれると嬉しいです。我が家の水道が、空気を読んで漏れ出したので、修理をしました。近くのホームセンターで特殊工具も買って、チェストを、この筒みたいなのを外すと、カートリッジが出てきます。カートリッジは新品みたいに綺麗ですね。だって新品ですから。数日前に水道屋さんが来ました。カートリッジを交換しました。治りませんでした。うまい棒2銭でした。ということで、自分で修理することになったのですが、なんかわかりました。ちょっと見えづらいですが、スパウトの根元、オーリングとの接触部分が錆びています。綺麗になりました。
組み付けて完成。